カーディオフローデザインで、チーフテクニカルオフィサーをしております宮崎と申します。もともとは、早稲田大学の機械工学科を卒業しておりまして、大学時代はですね、ロボットのアームの計算をしたり、あるいはエンジンを分解したりと結構機械寄りのことをやっていたんですけど、配属された研究室がですね、人工心臓とかの研究をしている研究室でした。そこで板谷先生に会いまして、CFD のこと、数値計算のことだとか、あとプログラミングもですね、血流とか、あと流体とか工学、いろんなことを板谷先生から教えてもらって、この業界は本当に面白いなというふうに思いました。で、その流れでですね、就活をしている時にちょうど 4D フロー MRI のデータが届いたんですよね。でその 4D フロー MRI のデータで遊んでるうちに就活が終わってしまって、で、就職する気なかったよね。就活ちょっと説明会とかは行ったんですけどね。就職する気なかったよね。そういうわけでは、でも先生がその時ちょうど血流解析学講座って北里大学で寄付講座作ってたじゃないですか。ここでポストがあるかもみたいな話もされてたので、それは就活してない学生見たらそう思いますよね。そうですね。そんな流れでそっちに行こうかなというふうになったのがこの業界に入ったきっかけです。僕が覚えてるのは、せっかく早稲田から一流企業の推薦状をもらったのに、やる気のない面接をして落ちて、で落ちた時に一番に僕に電話してきて、めっちゃ明るい声で「先生就活落ちました!」言うんですよね。覚えてます。親には言ったのかって言うとまだですって言うし、推薦状くれた先生はこれからですって言うし、もうなんかそこに行くのが当たり前みたいな感じで言われて、もう慌てて助教の人件費を探して回ったという覚えがあります。本当にありがとうございました。今のカーディオフローデザインの CTO になるまではどうしてたんでしたっけ？確かですね、助教の期間が本当は3年間っていうふうに聞いてたんですよね。でその間に医学博士も取ってどっか適当なところに就職しようかなって思って助教をやってたんですけど、1年目終わったぐらいでなんかクラッシュするみたいな話が研究室が、ありましたね。でそこから研究室半年後になくなるよっていうふうに板谷先生から聞かされて、じゃあ就活しようかなって思って就活もしてたんです。で、就活が決まりかけの時にですね、板谷先生から会社作るっていう話をもらってですね、じゃあそっち行こうかなと思って、それでこの会社に入ったっていうのがここに来た流れですね。そうですね、その時のことはよく覚えていますね。決まりかかった会社が結構大手の、いいメーカーで、自慢できるような道だったから、それでいいかなっていうふうに思ってたけど、僕にまで連絡が来て先生の右腕はもらいましたみたいなことを言われてちょっと怖くなっちゃってでそれでも本人が幸せならいいかなと思って、僕は宮崎君に「君は将来どうしたいんだ?」って言ったのを覚えてます？覚えてないです。覚えてないでしょ、その時にずっと僕の下で勉強してたのに、宮崎君は僕は板谷先生とは違うんですって言われたんですよね。板谷先生は医者だから患者さんのため、医学のために血流解析をやりたい、そう思って、医療の出口を探している。でも僕にとって血流解析はクリエイターとして、エンジニアリングでものづくりのエンジニアとしての全てのプロセスをゼロから作り上げるチャンスなんですと。で僕はものづくりのスペシャリストになりたい。板谷先生は医療人を目指している。今この場で交差点で一緒にいるだけで向かっていく道は違うんだっていうようなことを宮崎先生は言われたんですよね。でその時にものづくりのプロになりたい、0から10まで全部自分の手で作りたいって言った時に、一流企業の歯車として生きていくよりもちっちゃなベンチャーかもしれないけど0から10まで作れる道があるぞっ
っていう話をした覚えがあるんですよね。で若者の人生をそんな風に狂わせていいんだろうかっていう気持ちが、なくはなかったんですけれども、やっぱり0から10まで作れるものづくりの道を、僕は示してあげられるんじゃないかと思ってお誘いして、今日に至るという経緯です。まさにそんな感じですね。今もその気持ちは同じで、実際に1から10まで本当に会社の仕組み作りから、営業から開発からサポートまで全部会社の中でできるっていうのは本当にいい経験をさせてもらってるなというふうに思ってます。エンジニアっていうのは宮崎先生本人も学生の頃から僕はコミュ障なんだって開き直るんですけど、エンジニアっていうのは得てしてパソコンに向かってる方が人と向かってるより気持ちいいと楽しいという人たちが多い中で、大企業じゃなくてこういうベンチャー企業のエンジニアは開発もする、コードも書く、クライアントとのミーティングもする、英メドやいろんな役所の方々とも交流を持つということで、そのコミュニケーションの部分とかが非常に多い道を選んだことになると思うんですが、そのことは後悔したりとか、あるいはそれで良かったとか思うことってありますか？そうですね、これで良かったなっていうのはいつも思うところで、多分そういうところを避けて通っていくとやっぱりそういう人材にしかならないっていうふうに思いますし、こういうところでですね、やっぱり板谷先生のそばにいると本当にいろんな人と学生時代の時からなんですけど、いろんな人に会う機会があって、いろんなインスピレーションをもらって、それでいろんなことをするエネルギーがもらえるなっていうふうには思っていました。ですのでやっぱりそのエンジニアってその何か作るエネルギーっていうのは絶対に必要だなっていうふうに思うんですけど、そういうエネルギーをもらうためにいい環境の会社だなっていうふうに思います。それを聞いてすごく安心しました。宮崎先生も覚えてるかもしれないですけど、学生の頃の宮崎君に僕が会ったのは、僕と宮崎君はちょうど1週分年が違うので、そろそろ宮崎先生も僕が君に会った年に、もうなるところだ。でそんな中、今例えば学生に会ったり、これから新卒の学生が入ってきたり、これからの若者たちに対して、その指導的なエンジニアとして、どんなふうに接していきたい、あるいはどんなふうに育てていきたいと思いますか？そうですね、指導する立場っていうのは最近初めてなり始めたんですけど、やっぱりこのものづくり、一からものを作る楽しみっていうのを知ってもらってですね、それで楽しんでいろんなものを作って、その上で社会の役に立てるっていうところが本人としても一番幸せな生き方なんじゃないかなっていうふうに思います。僕自身板谷先生の下にいてですね、そういう生き方ができてすごいいい人生だなっていうふうに思っているので、僕もですねそういうふうに板谷先生みたいにいろんな経験をさせてあげて、でいろんなところに対応できる人材で、自分の好きなことをやりながらなおかつ社会にも利益を還元できるっていうところを、そういう生き方ができる人にしたいなっていうふうには思います。それを聞いてすごく嬉しく思います。